皆様こんにちは、セリナです。今回は6月1日新色追加エレガンスラプードルオートニュアンス8、ラプードルオートニュアンスリクシーズ8を人気のパウダーと比較しながらご紹介していきます。デパコスのフェイスパウダーの中でもかなり人気のエレガンスのラプードルに新色が追加されたということで、発売前から話題になっていたアイテムですよね。今回は持ち運び用のラプードルオートニュアンスと仕上げ用のラプードルオートニュアンスリクシーズの質感の違いについて比較した後に、ラプードルの人気色1番とのカラーの違いをご紹介して、最後にコメント欄でたくさんのリクエストをいただいておりましたクレープ工房でのプードルコンパクト S3CL-N との比較もしていきますので、パウダー選びに迷われている方に少しでも参考になれば嬉しいです。また、こちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や、崩れに強い人気のリキッドファンデーション10種類比較、アイシャドウ、チーク、リップなどの全色レビュー、そしてサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。エレガンスラプードルオートニュアンス8、ラプードルオートニュアンスリクシーズ8。颯爽とまとうのはイノセントブルーの透明感。その無垢な仕上がりは美の極み。ラプードルオートニュアンス8、ここに誕生。青みカラーでトーンアップ。毛穴レスできめ細かな肌。ふんわりセミマットな仕上がり。ラプードルオートニュアンスはキメや毛穴をしっかり美カバー。一瞬で透明感際立つクリアな肌へ。ラプードルオートニュアンスリクシーズはふんわりとベールをまとったように自然な仕上がり。一塗りで透けるようにピュアな美肌へ。それでは早速ラプードルの新色8番を実際に肌の上にのせてカラーや質感についてご紹介していきたいと思います。まずは持ち運びタイプのラプードルオートニュアンスと仕上げ用のラプードルオートニュアンスリクシーズタイプの違いを比較していきます。こちらの2つはカラーは同じですが粉質が違うとのことで、ラプードルオートニュアンスはより皮脂崩れに強くカラーがしっかりと乗るタイプ、リクシーズタイプはよりふんわりと仕上がってカラーもナチュラルに肌に溶け込むという感じの違いがあるそうです。それではまずはこちら側に持ち運びタイプを塗っていきます。付属のパフにも違いがあって、持ち運びの方が目が詰まっていて、仕上げ用の方がふんわりと柔らかい印象です。今回はそれぞれ付属のパフを使って塗ってみたいと思います。持ち運びタイプは一塗りでもこんな感じでしっかりとパウダーが肌に乗って毛穴や凹凸をフラットに整えてくれます。結構しっかりトーンアップする感じがしますが、ピンクのカラーも乗るので顔色が悪く見えてしまうという感じはしなくてすごく使いやすいと思います。パウダーはしっかりとつきますが粉質はしっとりとしているので乾燥肌の方でも安心して使えそうです。はい、まずはこちら側半分にラプードルオートニュアンスの新色8番の持ち運びタイプをパフ塗りしてみました。パウダーを塗っていない方の肌と比較をするとふんわりと毛穴レスな柔らかいセミマット肌に仕上がっているのが分かりやすいと思います。そしてカラーも比較的しっかりとつく感じがしたので、ブルーの効果で綺麗にトーンアップしている感じはしますが、中に入っているピンクが濃いめのカラーだったので、透明感と同時に血色感も出してくれる分、白浮きしてしまったり不自然なトーンアップ感ではなく、肌の色問わず使いやすいカラーだなと思いました。透明感と血色感のバランスが良く、メリハリのある肌印象に仕上がってすごく綺麗だなと思います。近くで見てもこんな感じで、しっかりとパウダーが肌に乗る感じはしますが、しっとりとしている粉質なので粉っぽく浮いてしまう感じがなくて、綺麗に毛穴や凹凸をフラットに整えてくれています。粉質が優秀なのはもちろん、新色の8番はカラーのニュアンスもとても絶妙で綺麗です。では反対側には仕上げ用のリクシーズタイプを塗って比較していきます。パフもより柔らかくて大判という違いもあると思いますが、リクシーズタイプの方がこんな感じで、よりふわっとした柔らかい肌を演出してくれる感じがわかりやすいです。
手元で見た時もリクシーズタイプの方がかなり粉質が柔らかいなと思いましたが、ふんわりとパウダーをまといたい方におすすめですね。はい、反対側には持ち運び用のリクシーズタイプを塗ってみました。付属のパフの違いももちろんあると思いますが、やはりリクシーズタイプの方が全体的にふんわりと柔らかい肌印象になっているのと、カラーの乗り方にも結構違いがあって、持ち運びタイプは素肌の透け感が残らないようなしっかりとカラーコントロールをしている印象なのに対して、リクシーズタイプは絶妙に素肌の透け感が残りつつ、上からふんわりとカラー補正をかけたという違いを感じました。近くで見るとよりわかりやすくて、リクシーズタイプの方が全体的に透け感が残っているのに対して、持ち運びタイプの方がしっかりとパウダーで肌を埋めて補正している感じがします。アップで比較するとこんな感じの違いです。毛穴や凹凸を完全にフラットにして、すっきりとした印象の肌に仕上げたい方は持ち運びタイプがおすすめ。毛穴や凹凸を程よく埋めつつも、ふんわりと柔らかい印象の肌に仕上げたい方は、リクシーズタイプがよりおすすめかなと思います。そして粉質も肌の上にのせるとより違いを感じやすくて、持ち運びタイプの方がしっとりとした中にも表面にサラサラ感が残るような印象。リクシーズタイプの方が柔らかくて薄膜な感じがします。同じカラーですが仕上がりの時点で結構違いがあるなと思いました。香りについてはどちらにも違いを感じることはなく、パウダリーなスキンケアのような香りが結構しっかりめにします。ではここから4時間ほどマスクで過ごして、崩れ方の違いとお直しで使った時にどんな感じの違いがあるのかを見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。どちらも比較的皮脂や汗崩れにも強く、塗りたての毛穴カバー感も保ってくれていて綺麗でしたが、持ち運びタイプの方がより皮脂に強く、毛穴カバー効果もしっかりと保っている印象。リクシーズタイプの方が少し皮脂のテカリが気になって、パウダーが肌に馴染んでいくような崩れ方でした。近くで見るとこんな感じで、持ち運びタイプも若干小鼻の横にテカリは出てきていますが、それでもしっかりと毛穴を埋めて補正してくれている感じで、リクシーズタイプは全体的に少し皮脂が出てくるのが気になって、パウダーが馴染む分、補正力も少し落ち着いています。ただ、肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横は若干しっとりとしていますが、頬の広い範囲はベタつきが気にならなかったので、よりしっかりとパウダーで肌補正したい方は持ち運びタイプがおすすめ。ふんわりとナチュラルにカバーしたい方はリクシーズタイプがおすすめかなと思いました。では、皮脂が出ている部分を軽くティッシュでオフして、それぞれお直しとして上から重ねてみたいと思います。まずはこちらは持ち運び用です。パウダーがしっかりと肌に乗ってくれますが、しっとりとしているので、ベースに残っているパウダーやファンデーションとも綺麗に馴染んでくれます。上から重ねると毛穴補正効果が一気に復活します。続いてリクシーズタイプです。こちらもお直し用として重ねてもふんわりとした補正感が復活して綺麗ですね。はい、それぞれ上からお直しとして重ねてみました。どちらもベースはしっとりとしている粉質なので、上から重ねても汚くなってしまうことなく、綺麗に毛穴補正効果が復活しました。それでもやはり近くで見るとこんな感じで、持ち運び用はパウダーがしっかりと肌を覆ってくれるので、お直しとして使うとメイクしたての時のような毛穴レス感を復活させてくれます。リクシーズタイプも問題なくお直し用としても使えましたが、やはり比較すると補正力はナチュラルなので、ファンデーションが剥げてしまった部分などは少し気になるかなという印象です。まずはお直し用の8番、持ち運びタイプとリクシーズタイプを比較してみました。どちらも透明感と血色感のバランスが良くて、しっかりとトーンアップしてくれるのに白浮きしなくて、ちゃんと立体感も残るところがすごくいいカラーだなと思いました。どちらも毛穴補正効果が高く、仕上げはもちろんお直しとしても使いやすかったですが、持ち運びタイプの方がより毛穴をしっかり埋めたい方におすすめ。リクシーズタイプはふんわりと自然に毛穴補正をしたい方におすすめでした。続いてこちら側半分にはすでに持ち運び用の8番を塗ってある状態なので、反対側には人気色の1番を塗って
カラーの比較をしてみたいと思います。1番もピンクやパープル、グリーンなどのカラーが入っているので、8番と同じくしっかりと肌をトーンアップさせてくれますが、イエローのカラーで肌なじみが良くなるように感じます。はい、こちら側には新色の8番、反対側には人気色の1番を塗ってみました。どちらも同じくらい自然に肌をトーンアップさせてくれている感じがしますが、8番は透明感の中に血色感も演出されている印象。1番は透明感があり、赤みを抑えつつも白くなりすぎない馴染み感と骨格の立体を生かしているような印象がありました。近くで見てもこんな感じで、どちらも同じセミマットタイプなので、毛穴補正効果や粉質に違いはないので、カラーのお好みで選んでいただけるんじゃないかなと思います。肌をトーンアップさせたいけれど、トーンアップ系のアイテムを使うと血色感がなくなるのが気になるという方は新色の8番がおすすめ。トーンアップさせつつ赤み補正効果も同時に欲しいという方や、立体感は残したままトーンアップさせたいという方は人気色の1番がより使いやすいんじゃないかなと思いました。どちらもとても綺麗なので、メイクや気分によって使い分けるのもいいんじゃないかなと思いました。それでは最後の比較です。こちら、コメント欄でもたくさんのリクエストをいただいておりました新色の8番とクレドポーボーテのプードルコンパクトエサンシエル N です。クレドポーボーテもエレガンスのラプードルと同様、しっとりとしていて毛穴や凹凸をきれいに埋めてくれる補正力が高いパウダーとして人気です。まずは仕上がりの違いを比較していきたいと思います。今回はクレドポーボーテも付属のパフを使って塗っていきます。こんな感じで軽くのせるだけでもしっとりと少し重さのあるパウダーが肌にしっかりと乗って毛穴や凹凸が目立たないセミマット肌に整えてくれます。反対側に塗っているエレガンスの持ち運び用よりも少し柔らかくてしっとりとしている粉質です。はい、こちら側にはエレガンスの新色8番、反対側にはクレドポーボーテを塗ってみました。どちらも粉質がしっとりとしているところや毛穴や凹凸をきれいにカバーしてくれる補正力の高さがよく似ていましたが、まずカラー補正効果には大きな違いがあって、エレガンスは透明感をアップさせてくれるブルーやパープル、そして血色感を演出してくれるピンクなどが含まれていますが、クレドポーボーテは肌の色に近いようなカラー一色のみとなっているので、毛穴補正効果の他にもカラーコントロール効果も欲しいという方はエレガンスがおすすめ。肌の色をあまり大きく変えずに毛穴補正をしたい方はクレドポーボーテがおすすめだと思います。それでもクレドポーボーテも若干肌色がトーンアップする感じはします。そして気になる毛穴補正効果の違いについてはこんな感じで、近くで見るとよりわかりやすいですが、エレガンスの方が細かい毛穴や凹凸もしっかりとカバーして肌をフラットに整えるイメージなのに対して、クレドポーボーテは若干エレガンスよりも毛穴補正効果は抑えめで、その分ふんわりと肌をぼかすようにカバーしてくれているという感じがしました。アップで比較するとこんな感じの違いです。毛穴や凹凸を埋めるように補正したい方はエレガンスがおすすめ。ふんわりとぼかすように補正したい方はクレドポーボーテがおすすめかなという違いがありました。そして肌表面を触った感じは、エレガンスの方がよりサラサラ感が強くて、クレドポーボーテの方がよりしっとり感が強い印象なので、この仕上がりの違いも好みで選びやすいんじゃないかなと思います。そして香りについては、エレガンスはパウダリーなスキンケアのような香り、クレドポーボーテはローズ系のスキンケアのような香りがついていますが、クレドポーボーテの方がかなり香りは弱めなので、香りが苦手な方にはよりクレドポーボーテが使いやすいかなと思いました。しっとりとしている粉質で毛穴補正効果がかなり高いパウダーというところは共通していましたが、意外とそれぞれに違いがあるなと思いました。はい、あれから1時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。この2つもどちらも皮脂や汗崩れにも強く、塗りたての毛穴カバー感をきれいに保ってくれていましたが、比較をしてみると皮脂崩れにはクレドポーボーテの方が若干強い印象、反対にマスクの摩擦による擦れにはエレガンスの方が強い印象でした。近くで見るとこんな感じで、エレガンスもそこまで皮脂が出てきている感じは気になりませんが、少し小鼻の横に皮脂が出ているのに対して、
クレドポーボーテは小鼻の周りなども皮脂が気にならなく過ごせました。反対にマスクがよく当たる位置や顔がよく動く、口元には少しパウダーが溜まっている感じがしますが、エレガンスはパウダーが溜まったりよれてしまうことなく保っています。アップで比較するとこんな感じです。肌表面を触った感じは、やはりクレドポーボーテの方が小鼻の横もベタつきが気になりにくい印象でした。どちらも比較的崩れに強いパウダーだなと思いましたが、より摩擦による崩れを防ぎたい方はエレガンスがおすすめ。皮脂によるテカリやベタつきを抑えたい方はクレドポーボーテがおすすめかなと思います。それでは気になる部分をティッシュオフして、それぞれお直ししていきます。エレガンスはこまめにお直しをすればこんな感じで、すぐに塗りたての綺麗な肌に復活してくれるので、皮脂が気になる方はこまめにお直しするのがおすすめです。クレドポーボーテも厚みがあるタイプなので、少しの摩擦崩れはこんな感じでパウダーでカバーすることができます。ただこういったファンデーションが少し剥げてしまった部分はパウダーだけだとお直ししきれないので、コンシーラーなどと合わせて使うのがおすすめかなと思います。はい、エレガンスとクレドポーボーテそれぞれお直しに使ってみました。どちらもベースの粉質がしっとりとしているので、お直しで重ねても重たくなってしまったり、汚くよれてしまうことなく使いやすかったです。お直し後、アップで比較するとこんな感じです。お直しの時に透明感をしっかりアップさせつつ、血色感もプラスしたいという方はエレガンスがおすすめ。ちょっとしたパウダーファンデーションのような感覚で使いたいという方はクレドポーボーテがおすすめかなと思います。はい、ではこんな感じで6月1日新色追加エレガンスラプードルオートニアンス8番をご紹介していきました。ラプードルシリーズの毛穴補正力の優秀さはもちろんですが、今回の新色の8番はカラーもものすごく絶妙で、透明感をアップさせつつ血色感も与えてくれるところがとても綺麗だなと思いました。とても人気のアイテムになっておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。